どうも皆さん、カイトです。死者になって世界を救う物語、ザ・メッセンジャーをご存知でしょうか。こちらは2018年8月30日に任天堂スイッチ、Steam、2019年3月19日に PS4、2020年6月25日に Xbox でリリースされたゲームになります。早速フルコンプクリアプラス DLC クリアまでプレイしたんですけど、古臭さを感じさせない忍者ドットアクションでしたね。主人公の死者が不意にある場所に巻物を届けに行く展開から始まり、8ビットでの FC 魂を感じさせる背景描写、爽快に操作できるアクションの手触りにプレイスキルをかなり求められる点も含めてめちゃくちゃ面白かったです。今回はザ・メッセンジャーというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですけど、隠れ里の忍者が巻物を東の山の賢者に届けるステージクリア型アクションプラスメトロイドバニアアクションです。なぜこの2つのジャンルが組み合わさっているかについては後ほど説明します。レトロ RPG シー・オブ・スターズの後日のお話で、世界線は同一ということから氷河山もがっつり出てきます。よければこちらの動画で詳しく説明してるんで、興味ある方はご覧ください。サイドビューの横スクロール方式でアトラクションが豊富に用意されたステージをうまく突破していきます。忍者はジャンプにホバリング、壁つかまり、グラップル、刀切り、手裏剣という手段で攻略していけるんで、状況に応じてスピーディーに進めることもできます。また敵を倒したり道中で入手する時のかけらを消費することで、アイテム屋でスキルを恒久的に強化できるスキルツリーが用意されてますね。基本的には難しいアトラクションステージを突破しながら、預言者の言われるがままにボスを撃破してわけわからん死者の務めを果たしていきます。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなのですが、1、バチバチに難しい数々のステージ。8ビットのレトロな雰囲気を前面に押し出している本作ですが、ステージ難易度もバチバチに高いのがザ・メッセンジャー。シンプルにジャンプで飛び越えるというアクションからも、オブジェクトに攻撃してのジャンプ突破、ホバリングを巧みに使いながらの浮遊、レーザーをかいくぐりながらの鬼畜エリアなど、ありとあらゆる手段で任しに来ます。これが最高であり秀逸。 FC 独特のギリギリジャンプはもちろん、敵にグラップルで攻撃しながらの横伝いなど様々なギミックがプレイヤーを楽しませてくれます。また地中落下やマグマなどでは即デス判定なんですけど、トゲや針などの場合はダメージを受けるだけで済むんで、無理やり先に進めたりしていく分楽でした。というより操作性の手触りがすこぶる良かったのもポイント高いですね。さらにコレクターアイテムである力の封印の場所では、通常のステージとは違った難易度設定が絶妙に調整されてて、こういった往年のレトロぶりを思わせたのがオールドファンにはたまりませんでしたね。2、前半はステージ突破型、後半はメトロイドバニア。このゲームはジャンルとしては珍しく、2つの側面を組み合わせた特徴を持っています。8ビット忍者として前半の通常ステージを進み、エリアボスを倒して次のステージに進む、通常のステージクリア型アクションを楽しむことができます。途中で様変わりするかのように16ビット忍者に切り替わり、メトロイドバニアスタイルのアリノスマップが開放されます。この切り替わりによりアクション性はそのままに探索が加わり、面白さが倍増します。この広がりにより現在と未来の忍者を楽しむだけではなく、ステージクリアには世界の切り替えが必要になってゲーム性能がワンランク上がるのもやりごたえ十分でしたね。3、コメディとシリアスの使い分け。だるそうな主人公のセリフからも分かる通り、コメディタッチの要素が豊富で、特に死者から巻物を受け取る場面はノリと勢いなのもやべえのと、ボス戦前の掛け合いもコメディなのが面白いところ。日本語ローカライズが優れているのもあって、感情移入しやすいのも良き。アイテム屋の店主とのおしゃべりに関しても、主人公がツッコミを入れることが新鮮でしたね。シリアスな会話もあるため、その高低差のバランスやゲームの進行を妨げない仕掛け、巧妙な伏線の回収も素晴らしかったです。またデスるたびに魂回収悪魔がメタ的にプレイヤーを逆なでしてくる発言がじわじわと面白かったですね。4、クリア時間は14時間。
アイテムスキルコンプと DLC 追加してでのクリア時間は14時間ほどでした。最後まで FC 風 SFC 風のゲーム画面のドットが素晴らしかったのと、コメディセンスあふれるストーリー描写、バリ難しいステージも充実しているのもプレイの満足感が得られました。ここでコントローラーを本気で投げようと思ったのは内緒の話。以上になります。ドット世界の忍者になろう、ザ・メッセンジャー。見た目通りの難易度にパターンが決まるまでが鬼強いボスバトル。8ビットと16ビットを堪能しながら針地獄にブチギレる。この機会にぜひ忍者で使者になって巻物を届けに行きませんか。きっと力の封印を得得するこの場所でホバリングからのグラップルがうまくいかなさすぎて、これどうやって取れんねんと思うこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。